この動画をご覧の皆さんならご存知の方も多い島津の抜き口。賛否両論あるこの出来事を一歩踏み込んだ目線で考えます。1600年9月15日、天下分け目、関ヶ原の戦い。徳川家康率いる東軍の勝利は決定的なものとなりました。しかし、戦場の片隅、西軍の最前線から敗者でありながら、勝者の度肝を抜き、日本の戦士に永遠に語り継がれることになる行動を取った人物がいました。わずか1500の兵で、数万の敵本陣をめがけて突っ込むという狂気の作戦。島津の抜き口。後世に美談として語られる撤退作戦です。しかし、これは美談でも奇跡でもなかったのです。戦わずして多くの兵を失ったという事実が重くのしかかる歴史上の教訓です。彼らはどうやってこの状況を乗り越え生き延びたのでしょうか。慶長5年9月15日午後、松尾山の小早川秀秋の裏切りにより戦局は一気に崩壊。石田三成、小西行長らの西軍主力は総崩れとなりました。戦場に残されたのは関ヶ原の西端、小池村の陣に布陣していた島津義弘ただ一人。彼の眼前に広がっていたのは絶望的な光景です。島津軍の布陣は笹尾山、石田三成と北天満山、小西行長の中間に位置する場所でした。島津義弘が率いた兵力はわずか1500程度。一方、西軍の総兵力は約8万。浮田秀家が1万5000、石田三成が6000といった大軍を擁する中、大大名である島津のこの小兵力は西軍首脳陣から軽視される大きな原因となりました。なぜ九州の雄島津がこの天下分け目の大戦にわずか1500の兵しか送れなかったのか。それは義弘が当初家康からの援軍要請を受けて東軍に組みするつもりでいたこと、そして家康の家臣鳥居元忠に伏見城入城を拒否された屈辱の経緯に加え、国元薩摩での家臣団の内紛や兄義久との意見の対立が深刻化していたためです。島津軍に万の総兵力のうち義弘が動かせたのは彼を慕う一部の部下たちの手勢に過ぎなかったのです。三成はわしを軽く見負った。戦の最中に最前線へ出ろと催促するばかりだ。5000の兵がおればわしは家康を叩き潰し西軍を勝利に導いてみせたものを。戦場でも孤立無援、義弘には西軍総崩れの中で3つの選択肢がありました。1つ、このまま全滅覚悟で突撃を図る。2つ、敗者として家康に降伏する。3つ、敵の包囲網を破って薩摩へ帰る。義弘は軍議で家臣たちに問います。このままでは敵に包囲され、薩摩武士の恥をさらすことになりましょう。わしは恥をかくためにこの場に立ったのではない。背を向けて逃げるなど薩摩武士にあるまじき振る舞いじゃ。全滅、降伏、いずれも選択肢にはない。義弘の決断は全軍の度肝を抜くものでした。全軍に伝えよ。北ではない敵本陣方面、東南へ向かって突破する。この決断こそ島津の抜き口の異名を不動のものにした最大の理由です。通常の配送ルートである西側、北側はすでに追撃隊が展開し逃亡兵で混乱しています。しかし東南方向、すなわち徳川家康の本陣方面は敵軍の主力が固く布陣し突破など到底不可能に見える場所でした。当時の布陣を見てみましょう。島津軍の眼前に立ちはだかる東軍の主力は関ヶ原中央付近に布陣する徳川家康の本隊約3万。そしてこの本隊の左右南端には井伊直政、本田忠勝など家康配下の精鋭中の精鋭部隊が控えていました。島津義弘の1500の兵力に対し東軍は総数で数万。直接追撃を担う井伊本田隊だけでも優に2倍以上です。この圧倒的な兵力差を前に義弘は敵の裏をかくという一点にかけました。誰もが逃げると考える方向とは真逆、敵の心臓部へ突っ込むことで追撃の初動を遅らせ一瞬の隙を突く。これが島津義弘の非常な、しかし極めて合理的かつ生き残るための唯一の戦略でした。島津軍の前進退却は即座に徳川の精鋭を引きつけました。追撃を命じられたのはその日家康の旗本隊の先鋒を務め開戦の口火を切った功労者井伊直政です。島津ね、あえて本陣方向へか。通常なら考えられん作戦だ。さすがは薩摩武士。しかしここで逃がすわけにはいかぬ。追撃せよ。直政は徳川四天王の一人本田忠勝らと共に盛況な騎馬隊を率いて島津軍の背後に殺到します。この時義弘が命じたのが島津の殿下の宝刀捨てがり、あるいは座禅陣と呼ばれる戦術でした。これは単なる捨て石戦法ではありません。極めて非常で高度な技を要する生きて時間を稼ぐための退却戦術です。まず本隊から少数の精鋭が離脱しその場で踏みとどまります。彼らは追撃してくる敵の指揮官や騎馬隊を待ち構えます。
彼らの最大の特徴は徹底した狙撃戦です。島津隊の多くは優秀な鉄砲隊を装備しており、彼らは座り込み追撃隊の司令官を冷静に狙い撃ちました。鉄砲を撃ち終えると敵がひるんだ隙に槍を構え、文字通り最後の突撃を敢行し、その場で全員が討ち死にします。追撃隊は捨て釜り隊を殲滅するごとに犠牲者を出し、隊列を乱して時間を浪費します。そして再び隊列を整え、本隊に追いつくとまた新たな捨て釜り隊が彼らを待ち受けているのです。この非常なバトンリレーこそ島津の軒口の革新であり、後世の武士たちから壮絶な美学として語り継がれることになります。彼らは捨て石ではありません。主君を生かすための生きた盾、生きた時間稼ぎでした。島津軍は伊勢方面へ進路を開き、現在の宇東坂付近に達しました。この時点で当初1500いた兵はすでに半減しています。ここで追撃の先鋒井伊直政の赤備えが猛然と追いつきました。壮絶な死闘が頂点に達します。義弘は自らも敵中へ突っ込み、孤立無援の中で決死の戦いを繰り広げます。この激戦の最中、義弘の甥でありしんがりを固めていた島津と義佐は決死の捨て釜りを指揮していました。ここで足を止めよ。主力を先に通すのだ。いいの赤備えといえども必ずここで食い止める。我々の命と引き換えてでも叔父ゆえを逃すのじゃ。この宇東坂の戦いにおける激しさは、追撃の指揮官である井伊直政が島津隊の鉄砲によって負傷したという事実からも明らかです。戦国最強と謳われた井伊の赤備えを貨幣をもってして食い止めた島津の豪遊は敵味方双方に衝撃を与えました。そしてさらに南東へ進んだ現在の臨光寺付近、ここでもう一つの涙なしには語れない忠義のドラマが展開します。義弘は度重なる激戦でついに力尽きようとしていました。もはやこれまでわしはここで討ち死にする。この地に薩摩武士の誇りを残すのだ。その時進み出たのが義弘の家臣阿多長寿院清順でした。殿、お言葉を返上ください。薩摩は殿を必要としております。まだ死ぬべき時ではございません。清順は重傷を負いながらも義弘を押し止めます。そして義弘に嘆願しました。殿の陣羽織をこの清順にお貸しください。拙者が枯れ武者となり敵を引きつけます。その隙にお逃げくだされ。清順は義弘の陣羽織を借り、馬上で義弘の影武者となり本隊から離れて敵の注意を引きつけました。追撃隊はまさか義弘が別方向へ逃亡したとは思いもせず、清順を島津義弘本人と5人、壮絶な最後の戦いの末、清順は臨光寺の地で討ち死にしました。影武者の犠牲によって時間を稼いだ島津軍は牧田川を渡ったところで2つの隊に分かれます。島津義弘本隊は伊勢東街道を通り比較的緩やかな二ノ瀬越えを目指して南下、島津と義佐隊は重傷を負いながら裏伊勢街道を進み難所である勝地峠を目指します。勝地峠、この地名は馬で荷物を運ぶことができず、勝地すなわち徒歩でしか越えられない難所だったことに由来するとされます。すでに重傷を負っていたと義佐にとってこの峠越えは限界を超えた行軍でした。豊久は叔父義弘の安全を確保したことを悟ると、現在の岐阜県上石津町調べ次谷の地でついに力尽きます。一説には追っ手に囲まれ討ち死に、また一説には自ら刀を腹に突き立て自陣したとも伝えられています。豊久の犠牲、清順の忠義、そして多くの捨て釜り隊の地の結実、島津義弘は追撃隊の包囲網を奇跡的にくぐり抜け、遠く近江、そして海路を経て薩摩の地へ帰還を果たしました。しかし関ヶ原へ向かった1500の精鋭のうち、故郷の土を踏むことができた将兵はわずか80人。わしは生き残った。お前たちの命は決して無駄にはせぬ。彼らの犠牲の上に立つ義弘の帰国は徳川家康に対し島津の恐るべき武威を深く印象づけました。家康はこの後に島津討伐を断念し、島津家は改易を免れ大名として存続を許されることになります。島津の軒口、それは大敗の戦場で降伏や逃亡といった安易な道を選ばず、あえて敵の本陣へ向かうという武士の誇りを貫いた狂気の前進退却でした。その成功の裏には高度な戦術、捨て釜りと、それを完璧に実行した薩摩隼人たちの主君への純粋な忠義と死を恐れぬ壮絶な覚悟があったのです。ここで終われば美談となります。しかし冷静に考えてみます。島津義弘は関ヶ原の戦いに直接参戦しなかった上に多くの兵を退却戦で失っています。そもそも西軍に参加した曖昧な理由が原因で最後まで判断を渋ったため、逃げ口をなくし結果的に多大な犠牲を払い薩摩へ帰ったという見方もできます。
そして何よりも薩摩の屈強な兵があったからこそこの捨てがまり戦法が成功しましたが、他の軍で同じ戦法をとっても追撃隊を食い止められず全滅した可能性もあります。この退却戦は薩摩武士の武勇を称える史実であるとともに、島津義弘の判断に対する評価に対しては賛否両論あるのが事実です。とはいえ手中に活を見出す、これは現代に生活する我々にとっても大切な考えではないでしょうか。壮絶な歴史は今もこの地に深く刻み込まれています。